皆さんこんにちは。ジャパニーズポッドキャスト with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など様々なことを日本語でお送りしています。今回のテーマは日本旅行のベストシーズンです。日本は四季がはっきりしていて、季節ごとにいろんな違った魅力があります。そして行く場所によっても気候が違うかったり天気が違うかったり、そういったことがあります。なので全員に対して一つの正解があるというよりかは、人それぞれ自分のベストタイミングがあると思います。例えば桜を見たいとか、特定のイベントに参加したいという方だったら、旅行の日程は迷わないかと思います。ですが、なんとなく日本に旅行に行きたいけど、いつがベストシーズンなのかな、いつ行くのが一番いいのかなと悩んでいる方も多いのではないでしょうか。今回はそんな方のためのエピソードです。今後日本に行きたいと考えている方がいましたら、いつ日本に行けば自分が一番楽しめるのかっていうのを探してもらえればなと思います。では1月から12月まで順番にお話ししていこうと思います。気候だったり、日本の祝日、連休などで人がいっぱいいるよ、混んでるようだったり、そういったことを混ぜながらお話ししていきます。まず1月から2月は1年で一番寒くなる時です。北海道だったり東北地方、日本海側のエリアでは大量の雪が降ります。なので暑いよりも寒い方がいいっていう方は、やはり冬に旅行するのがいいと思います。雪がたくさん降るので、スキーだったりスノーボードを楽しみたい方は12月の終わり頃から2月の終わり頃、このシーズンがベストだと思います。クリスマスが終わった後、お正月頃、新しい年が明ける時、ニューイヤーの時は日本でも冬休みの期間なので、どこに行っても本当に人が多いと思います。なので日本のお正月文化を楽しみたい方は1月の初めに来るのがおすすめなんですが、それには興味がない、ただ旅行したいっていう場合だと、1月の初め、日本のお正月は避けて、1月の後半ぐらいから旅行に来るのをおすすめします。その方が日本人の観光客は比較的少ないかなと思います。次に日本の春、3月から5月頃は気温がちょうどよくて、本当にとっても過ごしやすい季節です。3月はまだ少し寒いかなっていう日もあるんですけど、4月とかはもう本当に暖かくて、昼間は半袖だけで過ごせるようなとっても過ごしやすい季節です。なので気候だけで見るなら4月とか5月、または秋の10月11月がおすすめです。そして日本の春といえばやっぱり桜ですよね。桜を見たい方は3月の後半、だいたいいつも3月25日ぐらいから4月の5日ぐらい、この辺が日本で桜が満開になる時です。なのでたくさんの綺麗な桜を見れる時になります。なので桜が見たいっていう方はこの時期を狙って日本に旅行するのをおすすめします。桜が満開になる時期はその2月の気候だったり3月の気候にとても左右されてしまうので、絶対にいつ見れるっていう保証はないです。そして桜の咲く時期はたまに雨が降ったりもするので、雨が降ったりすると満開のとっても綺麗な桜があまり見れないということもあるかもしれませんが、狙うなら3月の後半と4月の最初です。行く場所によっては桜の咲く時期、桜を見られる時期が変わってきます。沖縄という日本の南の島では3月にはもう桜が咲いていると思います。2月にも桜が咲く場合もあると思います。または北海道っていう日本の北の島の方だったら5月とかそのぐらいになってようやく桜が咲くという地域もあります。
なので行く場所によって見れる時期は変わってくるんですが、だいたい3月の終わり頃から4月が桜を見るにはおすすめの旅行シーズンです。次に6月から9月頃、これは日本では本当に暑い高温多湿って言って気温が高くて湿度も高いジメジメとした天気、気候、そういった時期になります。特に7月と8月はもう本当に死ぬほど暑くて、私の意見としては観光には向かないシーズンです。6月は梅雨と言われる時期で雨がたくさん降る季節とされています。雨がたくさん降るのでやっぱり観光には向かないですよね。室内で楽しめる施設もたくさんあると思うんですけど、やっぱり移動する時だったりちょっとした時に、外に出て雨が降っているよりかは晴れている方がいいかなと私は思います。そして7月から8月は一気に気温が上がって本当に倒れそうになるぐらい暑いです。毎年どんどん暑くなっている気がして、この暑い期間も長くなっている気がします。そして8月9月頃は台風が多く来るシーズンなので、台風ってやっぱり予測できるものではないので、そういったのを避けるためにはこの夏のシーズンは避けた方がいいかなと思います。なので個人的には日本の夏は旅行をおすすめするシーズンではないです。ですがやっぱり日本にも夏楽しいことはたくさんあって、伝統的な夏祭りがあったり、大きな花火大会が7月とか8月にたくさんあります。なのでそういった日本の伝統的な夏を感じたい方は夏に来ることをおすすめするんですが、ただ観光スポットを回りたいっていう場合だと夏はおすすめはできません。次に秋、9月10月11月頃は気温もだんだん落ち着いてきます。10月以降11月になるとやっと外に出ても汗をあんまりかかない、ちょっと1枚上着羽織るぐらいの気温になってきます。なので旅行はとってもおすすめのシーズンです。また11月後半ぐらいになると紅葉が見れるので、それがとってもおすすめです。紅葉を見たい場合は11月の後半または12月の最初に日本に旅行することをおすすめします。紅葉も夏の暑さがずっと続くとどんどん後ろに時期がずれていくので、絶対いつと保証できるものではないですが、だいたい11月の後半から紅葉は見れます。なのでそういった木が赤くなったり黄色くなったり、そういった景色を楽しみたい方は11月の後半に日本に来ることをおすすめします。最後に12月、だんだん気温も下がってきて寒い日が続きます。日本にも一応クリスマスの文化はあって、いろんなところでクリスマスツリーだったりデコレーションだったりイルミネーション、街中がキラキラ光っていたり、そういった風景を楽しむこともできます。なので日本のクリスマスどんな感じかな、一回見てみたいなっていう方は12月の旅行もおすすめします。行く場所によって違うんですが、日本の12月はそこまでめちゃめちゃ寒い、もう本当に凍えるぐらいまではならないので、旅行もしやすいかなと思います。あと次に、やっぱり旅行するならめちゃめちゃ混んでるっていうよりも比較的動きやすい快適な、人も少なめな方が私はいいかなって思います。で、その少なめの時に旅行したい場合は、日本の祝日は絶対に避けた方がいいです。日本の祝日、ナショナルホリデーとか土日は基本的にはお店が閉まるとかっていう日ではなく、みんな仕事が休みなので出かける日、旅行をする日になります。なのでできるだけ人が少ない時に旅行しようと思ったら、日本の祝日は避けた方がいいです。ゴールデンウィークと呼ばれる4月の終わりから5月の初め頃にあるお休み、あとお盆っていう8月の中旬にあるお休み、そしてあと年末年始と言われる12月の終わり頃から1月の初め、これは多くの日本人がお休みの時なので、日本人がたくさん旅行をするシーズンになります。
なのでどこ行っても本当に人が多いし、飛行機代だったりいろんな、値段がとっても高くなる時期です。なので可能であればそういった時期を避けて旅行するのがいいかなと思います。日本祝日とかってやって調べると出てくると思うので、旅行プランする前に一度調べてみてください。またこういった祝日には日本の伝統的なイベントが行われたりする時だったりするので、一長一短というか、必ずしもその休みだから行かない方がいいとか、平日の方がいいよねとか、絶対いつがいいっていう答えはないんですけど、皆さんが何をしたいか、そういう優先順位をつけて決めてみるのがいいかなと思います。いろいろお話ししてきましたが、やっぱり日本っていろんな季節があるのと、いろんな台風来たり雨がたくさん降るシーズンだったり、雪がたくさん降るシーズンだったり、いろいろあるので、このいろいろいった情報の中から皆さんに合うベストシーズンを見つけてみてください。今回はいつ日本に旅行するのがいいかについてお話ししてみました。旅行をプランするのって楽しいけど悩みどころも多いし、わからないことも多いですよね。予約した後に、うわ、日本祝日やから人めっちゃ多いんちゃうんとか、予約した後になんであんな値段高かったんやろって思ったら、ああなるほど、日本もお休みシーズンやからあんなに高いんかみたいな感じで、後から後悔しないようにちょっとでもこのポッドキャストが役に立ってたらなって思います。日本旅行の情報も得つつ、日本語の勉強もしつつと一石二鳥なエピソードになっていたらなと思います。また現在 YouTube と Patreon でメンバーシップをしています。すべての動画のトランスクリプトが欲しい方、またはこのチャンネルをサポートしていただける方がいましたら、ぜひ参加お願いいたします。お待ちしております。またすでに参加してくださった方々、本当にありがとうございます。これからも一生懸命動画作り頑張っていきます。今回はここまでになります。最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。ではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは。